これイヤホンなの？アクセサリーみたいで可愛すぎない？ Gadget Budget。 皆さんこんにちは。ガジェットバジェットのなおです。最近街中でも見かけるようになったイヤーカフ型イヤホン。これ気になってたんですよ。耳を塞がないって聞くけど、実際どうなの？音質は？音漏れは？長時間つけても痛くないの？など疑問だらけです。オーディオメーカー大手の JVC ケンウッドからも発売されていますね。価格は2万円前後のようです。これ試してみようかなとも思っていたのですが、実は先日スリコでトイカメラを買った時に一緒にこれを買っておりました。3COINS のイヤーカフ型イヤホン、価格は2200円です。今回はこのスリコのイヤホンをレビューしていきます。早速開封しましょう。よくイヤーカフ型はながら聞きに最適だとレビューを見かけますが、本当なんでしょうかね。確かにオープンイヤーなので周囲の音は聞こえるのでしょうけど、いろいろ疑問に感じます。中身はこんな感じです。左右のイヤホン本体と充電ケース、説明書ですね。本体は艶のある質感で安っぽくは見えないですね。デザインがシンプルで本当にアクセサリーのイヤーカフの見た目です。本体は非常にコンパクトで軽いですね。これならつけているのを忘れるかもしれません。充電ケースは一般的な感じでしょうか。コンパクトで持ち運びやすそう。スペックを見ていきましょう。 HSP プロファイル対応なのでヘッドセットとしても使えるようです。対応コーデックは一般的なものですね。防滴仕様なので雨や汗程度なら問題なさそうです。防水ではないので注意が必要ですね。再生時間、充電時間は利用環境によると思いますが、およそこのようなスペックとのことですね。またトイカメラの時同様 PD 対応の電源は使えないようです。 5V、2.4A を超えないものを使いましょう。安全第一ですからね。ドライバーユニットやサイズ、周波数特性、感度などオーディオ関連のスペックは確認できませんでした。これはもう聞いてみるしかないですね。対応コーデックが SBC、AAC のみなので、これでハイレゾ音源を聞いても意味がありません。一応重さも測っておきます。ケース込みだと 37g、 片方で 5g ととても軽量です。早速スマホにペアリングしてみましょう。マニュアルを見ると、まずはイヤホン本体左右のペアリングが必要とのこと。その後スマホとペアリングをしていきます。デバイス名はカフミュージック。ペアリングはすんなり行えましたね。イヤーカフ型を複数持っているとどれだか迷いそうなので、私は機器名を変更しておきます。ちなみに充電ケースにイヤホンをセットすると容量が少ないからなのでしょうか、ものすごいスピードで電池が減っていきます。編集で早送りとかしていないですよ。ダイナミックドライバーっぽいので普段ならエイジングするのですが、いきなり聞いてみましょう。先に結論を言ってしまうと、このイヤホン最大の魅力はやはりながら聞きですね。まず装用感ですが軽くて特に痛みや不快感もありません。
かといって簡単に外れてしまうような心配もなく、ちょうど良い感触です。軽く走った程度でもずれたり落ちたりする心配もありません。次に聞こえ方ですが、耳のそばにスピーカーがある感覚でしょうか。外音とスピーカーの音が同時に聞こえてきます。オフィスや静かな場所、車通りの少ない住宅街などでは全く問題ないですが、電車の中や交通量の多い場所では外音に負けてしまい聞こえづらくなります。オープンイヤーたる弱点ですね。もちろん音源のボリュームを上げれば改善しますが、今度は音漏れが心配になりますね。音質はやや高音弱め、中音強め、低音弱めな感じです。こちらもオープンイヤーであるため、低音が弱いのは仕方がないですね。逆に音質に過度な味付けがない分、外音との混在でも耳が疲れない印象です。ちなみにちょっとつけてみたいが欲しいですよね。私だとちょっとあれなので、モデルの方につけてみてもらいました。大人の事情で顔出し NG なので、目線だけ入れさせてもらいます。つけ心地を聞いてみましたが、ぼーっとしており、回答は得られませんでした。鈍感な方なので気づいていないかもしれません。まとめると、やはりこの製品はオーディオ用途ではなく、通話やウェブ会議、ゲームなどのボイスチャットで周りの音と音声を聞き取るシチュエーションが最もハマりますね。オーディオ関連のスペックがなかったのは、初めから音響をターゲットにしていない商品戦略だったのかもしれません。ということは、音響目的のイヤーカフ型イヤホンはどんな感じだろうと新たな疑問が出てきてしまいましたが、カナル型だとイヤーピースで完全に耳を塞ぐ形になり、ノイズキャンセルを使用ものなら外音はほぼ聞こえなくなります。その点、オープンイヤーは安全性も高いと言えますね。まとめですが、前述の通り、肩肘張らずライトに音楽を聴く、ウェブ会議やボイスチャットで使う、何かをしながら軽く音楽を流すなどの用途に最適です。再生ソースは YouTube ミュージックやウェブラジオ等でも十分です。これは音質をあまり気にせずライトに楽しむべきです。ただしオープンイヤーであるため、音漏れだけは注意が必要ですね。私個人的にはイヤーカフ型でオーディオに全振りした製品がどのように聞こえるのか試してみたくなりました。近いうちにレビューしてみたいと思います。今回もスリコのイヤーカフ型イヤホンで勉強させてもらいました。皆さんも重たい密閉型ヘッドホンを外してライトにを一ついかがですか？